はい、皆さん、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。はい、今日はですね、サックスのね、マウスピースについてね、語りたいと思います。で、サムネにあった通り、ローバッフルのマウスピースは危険だというタイトルでやっていきます。はい。で、過去の動画で僕何回も、ある程度初心者の段階から、このハイバッフルのマウスピースに切り替えてしまって練習を開始した方がいいですよっていう動画を何個もやったんですけれども、今日はそれのね、さらに具体的な例を挙げていきます。で、過去の動画で何回も言ったんですけれども、1000時間楽器を練習するよりも、機材を1個見直した方が1000時間練習しなくて済むよっていうようなことをね、過去に何回も語ったんですよ。はい。ね、機材が良くないとですね、どんな練習しても無駄な練習になってしまうので、もったいないんですよ、時間が。なので、正しいセッティング、より正しいセッティングに変えていくことによってですね、その1000時間の練習が意味を持ってくるんですね。なので、早い段階から、その機材を見直すっていうのがね、一番の楽器の上達につながると僕は思ってます。で、動画の最後にすごく重要なことを言いますので、最後までね、ぜひ見ていってください。それじゃあね、早速ね、実演の方行ってみましょう。まずね、僕がつけてる、このマウスピースですね。これがローバッフルのマウスピースです。メーカーとかね、型番とかは別にあえて伏せておきますが、一般的なね、ローバッフルのマウスピースです。で、今から僕は実演するんですけれども、何をするかというと、間違ったアンブシュアでわざと演奏します。具体的に言うと、下の歯の力でぐっと唇を持ち上げる。で、歯の力で噛む。こういうアンブシュアですね。この下の歯でぐっと噛む。これ一番やってはいけないアンブシュアの形なんですけれども、あえてそれでやってみます。いいですか？ローバッフル。じゃあね、やってみましょうか。ローバッフルで普通に出してみますね。間違えたアンブシュア。はい。ほとんど音出ましたよね。中音の方一箇所だけね、今ね、音がコロって裏返ったんですけれども、はい。で、よく聞いてほしいのは低音の方なんですけれども、低音の方普通に音出てたの分かります？もう一度いきますよ。これね、完全に間違えたアンブシュアで弾いたんですけれども、普通に音出たじゃないですか。さらに、一番上の音、ハイ A、フラジオですね。これも普通に出てましたよね。フラジオもう一回やりますよ。一番上のハイ D まで出ましたね、今回ね。ローバフルなのにね、よくやってくれましたね。で、何が言いたいかというと、今完全に間違った、そのコントロールの効かない状態のアンプシュアでやったんですよ。でも音が普通に出ちゃう。これが一番危険な状態なんですね。つまり、どんな形でやっても、どんな吹き方をしても、ローバッフルっていうのは音が出てくれるんですよ。で、これね、どういう意味かというと、このローバッフルっていうマウスピースはですね、初心者でも弾けるような設計になっていてですね、なので、中に、なんて言うんだろうな、例えるならば制御装置がついてるんですよ。だからどんな良くないことを口でやっても、体でやっても、マウスピースがそれを補正してくれるんですね。それが実は一番危険なことなんですよ。なので、自分でコントロールできないんですね。はい。なので、今完全に間違えたアンブシュアでやっても音が出てしまうという。ね、なので、改善のしようがないんですよ。こちら側を。体側を何がいけないかっていうのに気づけないんですね。はい。なので今日一番言いたいのはそれです。はい、じゃあ続きましてね、本題ですね。このハイバッフル、ね、今回ね、バンドーレンのジャンボジャバ A75 の超ハイバッフルなやつなんですけれども、で、ティップのね、開きも75なので相当開いてます。で、これ僕が普段使ってる、マウスピースなんですけども、これで先ほどと同じアンブショア、完全に間違えたアンブショア、歯の力でグッて上げるやり方、それでね、弾いてみますよ。
いきますよ。わかりました。もう音めっちゃくちゃなのわかりました。キーキー言うし、音荒れまくってるし、はい、もう一回いきますよ。これわざとやってるわけじゃないですよ。これ普通に歯の力で上げてるだけです。もう今なんかもう一個も音になってませんでしたよね。うん。これで初めて気づくわけですよ。なんかおかしいんじゃないのと。このマウスピースがおかしいんじゃないのって言いたくなると思うんですよ。うん。ところがね、違うんですよ。自分ですよ。こっちが良くないんですよ。うん。なので、この間違いに気づけるっていうのがハイバッフルなんですね。うん。なので、僕は早い段階、初心者ね、普通に指使いとか慣れてきた段階から、もうすぐにでもね、ハイバッフルに交換してね、練習を開始するのが一番時間的のね、効率がいいというふうに言ってます。うん。じゃあちなみにね、さっきと違って正しいアンブシュアでやってみましょう。これハイバッフルで正しいアンブシュア。ね、柔らかい唇でですね、やってみますよ。さっきとね、全然音違ったと思うんですけれども、コントロールができている状態の音ですね。はい。で、これ、初心者からやってると、唇が勝手にコントロールを覚えてくれるんですね。はい。なので、このローバッフルの練習期間が長ければ長いほど、このハイバッフルに移行するのが難しくなってくるんですよ。すごい時間がかかるんですね。なぜかというと、間違ったアンブシュアで長年やっちゃうと、こっちにいきなり移行するとですね、唇びっくりしちゃってね、っていう風になってしまう恐れが非常に高いということです。はい、それじゃあね、このハイバッフルとローバッフルね、これの最大の違いをね、パパッと説明しちゃいましょう。まずね、音量が100倍大きいということです。爆音が出ます。はい。はい、その次にですね、音色、いろんな種類の音色が出せるっていうのがハイバッフルです。で、さっき言った通りね、このローバッフルっていうのは制御装置がついちゃっているのと一緒なので、音色とかね、音量とか出そうと思っても出ません。うん、絶対に出ません。うん、なので、早い段階からね、ハイバッフルにね、変えてやるといいと思いますよ。はい、じゃあね、一番大切なことを言いますね。このね、ローバッフルとハイバッフルのマウスピースなんですけれども、僕はね、確かにハイバッフルを推奨してるはしてるんですけれども、じゃあ、ローバッフルを推奨しないかっていうと、またそれは別問題です。はい、全く別問題です。はい。なぜかっていうと、もうそれで、音楽って結局、すごく個人の好みとかがあるので、ローバッフルの音色が好きだっていう人はいると思うんですよ。うん、そういう人たちにとってはもうローバッフルが絶対の正解なので、あえてハイバッフルに変える必要はないと思います。はい。で、なおかつもう一点なんですけれども、確かに僕がこの動画で説明した通りですね、このローバッフルっていうのが
ローバッフルを使うと、アンブシュアが間違ってても出るよっていうふうに説明したんですけれども、決して今ローバッフルを使っている人たちのこのアンブシュアが間違ってるかどうかっていうのはまた全く別問題なので、あくまでも間違えてても出やすいですよっていう説明だったのをご理解ください。で、確かにね、すごい初心者、まだ始めてね、1ヶ月、2ヶ月ぐらいの初心者だったらね、ローバッフルの方が楽なんですよ。ものすごい楽なんですね。音出すのも楽だし、指使いを覚えていったりする段階においても、ローバッフルね、こっちの口にあんまり集中することなく、指使いだけに、集中してやったりするときにはもちろんローバッフルの方がね、良かったりするので、まあそれはね、どのタイミングで変えればいいのかっていうのはですね、お近くにお住まいのね、プロのサックス奏者のところに行ってね、いつ頃がいいでしょうかって聞いてみるのもいいんじゃないかと思いますよ。うん。ちなみにね、僕はね、指使いを覚えたぐらいの段階で変えましょうって言って、とっととハイバッフルに変えてもらうことが多いです。はい。はい、ということでね、皆さんもね、もしね、このハイバッフルのマウスピースがね、気になるんだったら、ね、まあ、どんなハイバッフルのマウスピースでも構いませんので、一つゲットしてね、それでね、そんな高いもんじゃないのでね、高くても、まあ、1万、2万円ぐらいでね、買えますと。そんなね、4万、5万、10万するマウスピースなんか絶対買わなくていいので、もう安いマウスピースで構わないので、ぜひ実験段階として1本手に入れて、ね、そして練習してみるとですね、その違いが明確に分かってですね、多分ものすごく楽器演奏がより豊かなものになってくると僕は思いますよ。はい、じゃあこの動画が役に立ったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。